こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。猫好きさんからの質問です。はじめまして、斉藤直樹先生。かのスティーブ・ジョブスは、スタイラスペンよりも指での操作を選んで、スマートフォンを普及させました。VR ゴーグルが出始めて、これから仮想空間で描画するのではと思いました。アップル社は仮想空間に描画する際に指で描画するのではと、VR ゴーグル黎明期にはスタイラスペンには対応できないため、そのように思いました。いつの時代でもソフトウェアの進化にハードウェアが対応できないので、そこで質問ですが、斉藤先生はスマートフォンでの指での描画はどこまで描けるのか気になりました。大変失礼なお願いですが、ご教授いただきたいと思いました。よろしくお願いします。とのことです。はい、猫好きさん、ご質問ありがとうございます。どこから答えればいいんだろう。ちょっとね、質問者さん、こう言っちゃなんですが、いろいろな勘違いを同時にしてしまっているので、どこから解きほぐせばいいのか迷うところはあるんですが、わかりました。順番に解説していきます。はい、まずですね、猫好きさんがしている勘違い。一つ目の勘違いは、VR 空間上で空間にお絵描きするっていうことと、スマホで指でお絵描きするっていうのは、全く必要な能力が違います。空間にね、絵を描くっていうのは、これは 3D 造形に近いような絵の描き方になるので、絵を描く能力っていうよりかはどっちかっていうと、粘土造形というか、そういった立体感覚の方が必要になると思います。というか、実際にそういう表現方法をもうやっているクリエイターさんいます。関口愛美さんっていう方、ご存知でしょうか？数年前にですね、彼女の NFT アウトが、当時の価格で1000万円を超える額で落札されたことで一気に注目されて、有名になったクリエイターさんなんですが、彼女はですね VR ゴーグルをつけて、でペンではなくて VR コントローラーを使って空間上に直接絵を描かれています。そして彼女はですね、自分のプロモーションの仕方も上手くて、ただ VR 空間上に絵を描くだけではなく、艶やかな着物を着て、でその上で VR ゴーグルを装着して絵を描いているんですね。多分彼女の VR 作品を実際に見たことがない人でも、和装姿で VR 作品を描いている姿を見たことがある人は多いのではないでしょうか。まだね、VR が浸透しきっていない中でのこういう作風の確立の仕方はすごくね、うまいですよね。で、質問者さんの2つ目の勘違いは、VR ゴーグル黎明期ではスタイラスペンが対応できないっていうことですが、ですね、もう多分できてます。既存のね、タブレットを VR 入力デバイスにするペンタ VR っていうのがちょっと前に話題になっていましたし、大手のタブレットメーカーワコムもワコム VR ペンというのを発表しています。そしてその他ロジテックとかも VR 専用ペンを開発していて、こちらはすでに実際に販売されていますね。なので VR 空間上だからといって必ずしも指書きしなきゃいけないというのはないと思います。一応ね、僕がスマートフォンで指書きしている動画っていうのはあって、興味があればそちらを見てみてください。スマホでね、指書きっていうのは、指で書くっていうこと自体はいいとしても、狭い画面に指の摩擦を考慮に入れながら、このね、線を制御しなきゃいけないっていう、それがですね、めちゃくちゃ難しくて、これはこれで特殊な能力が必要だなって思いました。僕にとってはかなり難しかったです。で、3つ目の勘違い。ここが多分この回答のポイントになるんじゃないかと思うんですが、僕は VR 技術が普及しても、ペンで書くという書き方はなくならないんじゃないかと思います。なぜかというと、作り手側の作りやすさという理由がまずはあると思います。VR 空間上で表示するための 3D 素材を作る際、別にね、その素材を VR 空間上で作らなきゃいけないっていうことはありません。今まで通りね、パソコンのウィンドウ上で 3D データを作って、で、それを VR 空間上に持ってくればいいだけの話です。もちろんね、VR 空間上で確認して、その上で細部を微調整していくっていうことはあると思いますが、何もね、最初から VR 空間上で作り込む必要はありません。さっき例に出した関口愛美さんは、そういうパフォーマンスも含めての見せ方をしているので、そこまでね、効率を重視していないですが、作り方の効率を考えたら VR 空間上で一から作り出すのは、どう考えても作業上非効率的だと思います。はい、じゃあね、作り手側にとって VR 空間は全く意味がないのかというと、そんなことはないと思います。先日ですね、メディアアーティストの落合陽一さんが X のポストでこんな投稿をしていました。はい、これは Apple の VR ゴーグル Vision Pro の使い方の紹介動画なんですが、落合さんが新幹
線でパソコン作業するときに、周りの新幹線の風景を自然風景に置き換えて、湖畔の上にウィンドウを浮かべて作業しているっていう映像です。こういったですね、視覚的なノイズキャンセリングのように VR を使用するのが、今のところ作り手側には一番実用的な使い方っていう提案ですが、僕もね、この方法はすごく試したいところです。はい。じゃあですね、一方で受け手側はどうなのか。作り手と違って受け手側は、どんどん刺激が強い方向に、2次元よりも3次元のコンテンツに行くんじゃないかと感覚的には思ってしまいますよね。例えばソードアートオンラインみたいにね、感覚と視覚すべてを VR 空間上に再現して、自分の体で冒険を楽しみたい。そういう願望、僕にもあります。長いスパンで見ると、必ずね、そっちの方向に行くとは思うんですが、でも実際問題、あまり急激には、その流れは起きないように思います。というのはですね、皆さん VR コンテンツって、実際に自分の体で体験したことってありますか？僕はね、プレイステーション VR 数年前に買って実際に遊んでいました。3次元空間を歩き回るように遊べるのはすごく新鮮で、例えばね、魔法を飛ばして攻撃するのもすごく楽しいですし、あとはね、ジャンプしたり落ちたりする時の感覚は自分があたかも本当に落ちているような感じで、すごくね、新鮮で面白かったです。いや、すごくね、楽しいですよ。でもね、楽しいんですけど、それと同時にめちゃくちゃ疲れるんですよ。もう目と脳が。だからね、遊んでいられる時間も、僕にとっては1時間が限度でした。3D 酔いとかもありますし、あとはね、単純にゴーグルが重い。僕が実際にしていたのは PSVR ですが、Apple の Vision Pro もつけた人の多くが、まだ重すぎるって言ってますよね。だからね、僕も自然と長時間ゲームするっていうよりも、短時間でサクッと映像を見るとか、映画を見るとか、そういう使い方にシフトしていきました。やっぱりまだですね、3D コンテンツを思いっきり楽しむというよりも、2D コンテンツを見る方が感覚的には楽なんですよね。作り手側的にも受け手側的にも VR 空間の使い方としてはどっぷり仮想現実に浸るというよりも VR 空間上で2次元のコンテンツを見る、そういう使い方が結構根強く残るんじゃないかと思っています。もちろんね、もっと時間が経って VR 空間に長くいても疲れないような技術が開発されたら、ひょっとしたらね、受け手側が VR コンテンツをもっともっと欲するようになるかもしれませんが、やっぱりまだまだですね、2次元のコンテンツの方が疲れないので、受け手が2次元のコンテンツを欲しがらなくなる流れはまだまだ来ないんじゃないかと僕は想像しますね。はい。なのでそういう意味で、今から大急ぎで空間に指書きを練習する必要はありませんし、仮にね、VR 全盛期が来たとしても、そこで展開する 3D コンテンツを制作するのは、今まで通りパソコン上のソフトでも作れると思うので、そんなにね、慌てふためく必要はないと思います。はい、次の質問です。30代、ボンビーさんからの質問です。はじめまして、ボカロ P として活動させていただいているボンビーと申します。質問、失礼いたします。YouTube でクリック率を上げたい場合、イラストの構図や色などのポイントはあるでしょうか？自分は絵に今まで興味がなかったのですが、ボカロを投稿するために練習を始めました。そこから半年ほど経ち、少し前は、やはりプロのイラストレーターさんに頼んだ方が動画的にはいいのではないかと悩んでいたのですが、斉藤直樹先生の動画や他の方の動画で勉強しているうちに絵を描くことが作曲と同じくらい好きになりました。今は自分の力、イラストでクリック率を上げるようにしたいと思っているのですが、イラストがすぐ上達するわけではないので、今取り入れることができるであろう構図、色味、表情などを知りたくて質問させていただきました。もちろん有料でも構いませんのでご教授いただけると嬉しいです。金額は10万までであればすぐに用意可能ですのでご検討よろしくお願いします。いつも勉強になる動画、楽しい動画ありがとうございます。とのことです。はい、ボンビーさんご質問ありがとうございます。特にですね、10万円払う必要はありません。なのでその10万円はご自分の制作費に当てていただけると嬉しいです。YouTube でのクリック率を上げたいとき、イラストの構図や色のポイントってことなんですが、これはね、イラストっていうよりも YouTube で表示されている動画のサムネのポイントっていうことだと思うので、そのつもりで答えますね。でもですね、YouTube のクリック率を上げるためのサム
ムネって切り口でお答えしますが、これ意外と色々なところに応用可能な知識です。なので多くの人にとって知っておいて損はないと思います。例えばね、学校とか地区とかで募集されているポスターに応募するときもこの考え方有用ですし、駅張りの広告だったりウェブバナー広告を見るときもね、この考え方を知っていると見方がガラッと変わると思います。あ、この広告うまいなとか、あ、この広告ちょっと下手くそだなとか、あとは X で画像を投稿するときにもこの考え方はかなり役立つと思います。順番に解説していきますね。まずですね、YouTube でいろいろな人の目を引きたいなら、イラストとか構図とか色とかの前にやっぱりですね、言葉に気をつけるべきでしょう。人間にとって言葉は非常に重要です。絵に興味がない人っていうのは結構いると思いますが、言葉に興味がない人っていうのは、ほとんどいないでしょう。そういう意味でサムネに載せる文字はすごく重要です。サムネに載せる文字について特に重要なのが、載せる文字数はなるべく10文字以内にするってことです。なぜかというと、人間は一瞬で把握できる文字の数が限られているからです。ついついね、動画の中身の面白さを伝えるためにいろいろな言葉をどんどん入れたくなっちゃう気持ちはわかるんですが、そこはぐっと抑えてなるべく10文字以内に収めるようにしてください。ここではね、僕の動画のサムネを例に挙げますが、例えばこの動画のサムネの文字を見てください。初心者やりがちこれでちょうど10文字ですね。このくらいならパッと一瞬で何が書いてあるのか読まなくてもわかります。この読まなくてもわかるというのが一目で目を引くためには重要なポイントになると思います。はい、もう一個例を挙げると、これはね、わかりやすいですよね。炎上。たった2文字です。こういう風にね、興味を引く言葉だったら、たとえ2文字であっても、何ってね、人の興味を引きつけることができるっていう例ですね。それとですね、僕のように何か講座系の動画を作るときには特にそうなんですが、答えじゃなくて疑問をサムネにするっていうことがかなり重要なポイントなんじゃないかと思います。例えばこのサムネを見てください。これ知ってますか？という疑問とともに女の子の顔がいくつか並んでいますよね。これは絵の上達のための重要なポイント、それを邪魔してしまう癖について紹介した動画です。このサムネの絵はね、上達のポイントとして角度違いの絵をいろいろな角度から描くことでより多彩な表現ができるようになるよと紹介した動画なんですが、だからといってこのサムネの文字をね、上達するには角度違いの絵を描こうとかにしてしまったらどうでしょう。知ってますかっていう疑問系だったから、なんだろう、知らない、いやもしかしたらこういうことなのかもしれないけど合ってるかなってね、興味をかき立てられて見たくなるのに、角度違いを描こうって答えがサムネにあると、そうなんだ、もう中身分かった、じゃ見なくていいやってなっちゃいますよね。それでもいいのかもしれませんが、でも中身を見てもらわなければ深いポイントは伝えられませんし、作り手側の切実な問題としても、再生数が回らなければ収益が上げられず、活動自体を続けていけません。なのでね、サムネに載っている文字がただ単に答えになっていないかどうかについては十分に注意する必要があるでしょう。一応ね、例外としてサムネの文字が答えになっていていい場合があります。それが意外な答えの場合です。例えばこのサムネ、ズルして書きますでね、動画の内容の答えになっちゃってるんですけど、ただその答えが意外じゃないですか。そんなズルとかしていいのって逆に疑問湧いちゃうじゃないですか。そういう意外な答えの場合にはサムネにしても効果があるってことです。一例として押さえておいてくださいね。さて次に色についてなんですが、勘が鋭い人だったらもう今のサムネを見て気づいた人もいるかもしれません。人の目を引きつけるときに重要な色は赤です。赤をうまく使うこと、これを意識できさえすればサムネの色問題についてはほとんどは解決したと言っていいと思います。なぜ赤が人の目を引きつけるのかというと、諸説ありますが、僕が一番納得できるのは血の色だからっていう説ですね。血を見るようなシチュエーションを思い浮かべてみてください。喧嘩、戦い、命の危機、いずれにしても身の危険が迫っていて、集中して警戒しなきゃいけない状況が思い浮かぶと思います。そうなんです。人間にとって血の赤というのは危険だから集中して見なきゃいけないと感覚的に結びつく色なんです。なので赤を見るとついついね、一瞬で
なんだなんだってね、一瞬で集中させられちゃう抗えない色なんですね。で、もう一つ、ここで重要になるのが、その赤を活かすような色使いをしようってことです。せっかく赤を使っていても、赤、青、黄色、緑、紫、茶色、紺色ってね、もうごちゃごちゃにいろんな色を使っていては、せっかくの赤が目立たなくなってしまいますよね。はい。なのでね、これは極端な例なんですが、このように赤以外は全部灰色か白か黒、いわゆる無彩色にしてしまっても、ものすごく赤を強調できて、インパクトが生み出せる組み合わせもありますね。インパクトを出そうとするとついついね、たくさんの色を詰め込みたくなっちゃう気持ちはわかるんですが、このように赤以外は色を使わないと決めちゃうことでも、目を引く色使いってできちゃうんです。最後にサムネの構図についてですが、これはもう一言、小さくごちゃごちゃさせないってことです。これですね、サムネを作るときってみんなが見ているよりも結構大きな画面で作業することが多いと思うので、これも文字と同じで情報をたくさん詰め込みがちです。でも見る人にとってはサムネってめちゃくちゃちっちゃく見るものです。その小さな画面にごちゃごちゃたくさんの絵が敷き詰められていても、何が何だか分からずに全然興味が引きつけられないんですよね。なのでイラストについても見える範囲を限定することは非常に重要だと思います。このサムネの絵ももともとね、バストアップで描かれた絵なんですが、サムネで伝えたいことを絞るためにあえて思い切って見える範囲を絞って目の周りだけに限定させました。はい、こうやってね説明してくると、文字、色、構図、どれをとっても絞るっていうことがとても重要だということがわかると思います。はい。ただですね、これだけは最後に伝えておかなければいけません。今言ったサムネのコツ、これ全部全く駆使しなくても注目されることはあります。例えば動画の内容が話題性満載の場合、例えばですね、昨日起きた芸能界の大事件のことについて話しますなんていう動画だったら、そもそもサムネなんてどうでもよかったりしますし、動画を出している人、その人自体が超有名人だったりしたら、別にサムネがどうあれ見てくれるファンはたくさんいるでしょう。僕の動画でもね、こちらの動画すごくたくさん再生されていますが、じゃあ今言ったようなポイント全部踏襲できているかっていうと、むしろ全部無視してサムネ作っていると言っても過言ではないと思います。はい。文字はですね、25文字ぐらい入っていますし、色もたくさんで赤とか特に目立たないし、人数も4人、たくさん入ってますよね。はい。てんこ盛りです。じゃあなんでこの動画が再生されているのかって、いやもう、メイドインアビスのつくし先生、無表ロジの西先生、そしてイクシー先生の初顔出し動画というようにね、かなり話題性たっぷりだったんですね。そういう動画はね、サムネとか特にどうでもいいんですよ。どうでもいいは言い過ぎなんですけどね。今言ったことに当てはまってなくても、興味を引くことは十分に可能です。そこは十分に意識しつつ、今言ったポイントを考えながら、興味を引くサムネ作りに活かしてみてください。きっと今までとは一味違ったサムネ作りができると思います。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？それと、今回2つ目の質問については、サムネについての絵作りのコツについてお伝えしましたが、サムネに限定しなくても、単純にイラストについてもこれを意識すると、絵がうまく見えるっていうポイントがいくつも存在します。その上達ポイントをまとめた動画、注目！時短で上達ポイント5つ紹介します。もおすすめです。今言った目を引くサムネ作りに共通する考え方もありますし、全く違ったポイントもまとめて知っていただけると思います。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。